こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。京都平安神宮前都メッセで開催されております第44回日本盆栽大観展からお伝えします。数多くの展示、特別企画、財団の展示、一席一席の思い、さまざまなものを少しずつお伝えさせていただきます。こちらにあります席は昨年に続いて特別企画として3名の方が思いを込めて飾られた席です。まずはこれをご案内いたします。一つ目の席、本出小左衛門さんによる特別企画です。赤松と大河と題した席、文人趣味の醍醐味を歌っています。細身の中に潜む厳かなる響きが宿る赤松文人院。多くの大家が守り続けた故事は不思議にその時の守り人によって微妙にその顔を変えながら今という変わり続ける姿を楽しませてくれます。そして左側に表一と林立する子がなる見木立ちの赤松。名門大宮旧花園から舞鶴の地へ、そして大阪へ。半世紀の時が新たな姿を呼んで展示の機会へとたどり着きました。江戸期文人趣味世界の書画を愛する関氏は赤松の盆栽たちに当時の精神世界の共鳴を感じるそうです。池の大河が書や絵に求めた世界観と赤松2点が醸し出す韻は深く響き合うものを感じさせてくれます。人が営む時など見下ろすような圧倒的な大樹と盆中に開く自然世界を楽しむ花物雑木など多種多様な盆栽を愛する関種が近年老成の域に近づく中で細き中に股間宿る時を重ねた風趣風韻を呼ぶ気に心を惹かれるそうです。人の心のありようほど移ろうものはありません。それでも先人たちが心を寄せ時を重ねた盆栽たちは見飽きることのない日本人の宝です。時代に受け渡すまでしばらくの間、関氏は人生の傍らにありたいと願われているそうです。中央に飾られた蝦夷松3本を中心とした席です。福島県船山昭栄さんの特別企画です。時を刻む北の大地の孤樹たち、蝦夷松3体。環境は創意工夫で作るもの。こんなタイトルで飾られています。地球温暖化によって盆栽の生育優良地域の分布に変化が起きて久しい中、そこへ海外からの盆栽購買熱が加わり、日本の素晴らしい環境と異なる地域での五葉松や米つが、そして今回出陳した蝦夷松などの愛好家の減少、加えてこの理由による市場流通におけるこの種類の価格低迷が顕著になっています。戦前苦労の末に北方四島などから内地に持ち込まれた蝦夷松は、盆栽の古丹の風情を遺憾なく現出する種として、美術的にも市場的にも高い評価を得ていました。緯度差のある環境の中、当時の盆栽家は多くの失敗と経験を重ねることで、盆栽界に蝦夷松という高い文化を創出したのです。日本は自然と共生しながらも、自然に翻弄される歴史の中に生きてきました。その中でも人は創意工夫を繰り返し、あまたの困難を克服してきたのです。
エゾマツは難しい。五葉松は環境に左右されて生育が不安。など、先人たちの苦労を思えば、笑止千万と言えます。盆栽培育の環境は人が作ればよいのです。木に対して真に愛情を注げば必ず答えはあります。ここに先達が残された愛蔵するエゾマツ小盆3体を披露し、八十路の実が朝夕にこの木たちから多くのことを学んでいること、そして失わせてはいけない貴重な種の小盆を見ていただきます。石種の願いが込められている石です。盆栽2点、水石2点、そして額の名画が飾られた石が特別企画として展示されています。栃木県寺内幸雄さんの石です。タイトルは歯の響きと静謐なる深淵、対極する盆栽の共通点とされています。盆栽展などで周りを圧倒するような樹層、もう一方で静かな姿の中に隠された厳しい深淵を響かせる木。愛好家としてどちらが良いかではなく、共にたどり着いた深い美が顕在するものには感じるものがあります。黒松と真柏、共に長く愛蔵するこの木は、葉と生の対極にありながら、盆栽の美とは何なのかを私に語りかけてくれます。水石はさらに深く私に問いかけてくれるものです。股間を宿した石が語りかけてくれるものはあまりにも多く深く、そして近代日本画を築いた横山大観画伯の富士の図もしかり、岡倉天心が大観たちに求めた起因聖堂の心は、名樹と呼ばれる盆栽たちにも確かに宿っています。樹、石、が日本人の美なるものに共通する感慨を本石で感じていただければと願います。石種の言葉です。毎回さまざまなコンセプトを持って所蔵されるあまたの名品の中から展示がされる慶雲庵コレクションです。今回は名樹8点、名石5点を中心に飾られています。平和であること、そして命あるものを守ること、これがいかに大切かを表題で歌い上げています。人から人へ、心から心へ、守り継がれる名樹たち。まさに盆栽は平和のシンボルだということを歌うことを今回の主題になさっているようです。ご覧ください。もみじ清姫、約100年。第88回国風盆栽展国風賞受賞樹。作りづらいとされる八つ房貴品種清姫において国風賞を受賞するに至った樹層としても完璧と言える名樹です。五葉松、名雨宿り、樹齢約350年。第88回国風盆栽展国風賞受賞樹。1970年万国博覧会盆栽水石展出品の記録を持ちます。錦木、樹齢約100年。第95回国風盆栽展国風賞受賞樹。黒松、樹齢約250年。第44回日本盆栽作風展内閣総理大臣賞受賞樹。楓石付き、名頑丈の誉れ、樹齢約200年。第93回国風盆栽展国風賞受賞樹。真柏、
樹齢約350年。1964年、東京オリンピック記念盆栽水石展出品記録。ご紹介した6点は、国風賞、内閣総理大臣賞、まさに歴代の日本を代表する受賞樹たちです。中央2点は、さらに名高く、花林名楽寿峰樹齢約150年。第92回国風盆栽展国風賞受賞。並びに第25回日本盆栽作風展農林水産大臣賞受賞。左手の五葉松は明100万石樹齢約450年。加賀100万石前田家伝承の木。第41回日本盆栽大観展内閣総理大臣賞受賞樹。そして中央にあるこの石、鴨川の山形石。しつらえられている貴賓、のんべえ長宝水盤は、名家、中野中太郎王の急造品として知られています。名品の数々をコレクションする財団法人ですが、これを次の時代に伝え、日本の盆栽の素晴らしさをご披露する。これを目的に、さらに今は学校教育や慈善的な精神、つまり平和や慈愛の心を盆栽を通して伝えることに努められているそうです。水石、樹鉢、器物、様々な大コレクションを有する慶雲庵コレクションですが、今回はあえて名木と水石のみの飾り。そこへ伝えたかった言葉。それがこのすっきりした飾りから伺えます。盆栽は明樹であるからだけではなく、このように愛情が育むものだということを私たちももう一度再認識したいものです。本日もご視聴ありがとうございました。大観展の様々な世界、そしてこの財団法人の考え方、こういうものを数多くアーカイブスでお伝えしたいと思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。